皆様こんにちは。ただいま電車に乗って羽田空港に向かっております。今の時間は午前5時過ぎですが、8時の飛行機に乗るためにはこれだけ早く出なければなりません。乗り換えを2回しまして羽田空港に到着しました。今回も第2ターミナルからの出発です。飛行機を使うときは閑散期を選んでますので、混み具合はだいたいこんな感じが多いですかね。保安検査場もほぼ並ばずに通ることができました。今回は58番スポットからの出発のようです。ボーディングが始まったようなので、だいたい列が解消したタイミングで入ります。搭乗する便は ANA15 便伊丹空港行きです。ただ今回は席を指定することができず、チェックイン時に自動的に割り振られました。翼くらいの位置にある通路側ですかね。妻と並び席も実現できませんでしたが、結構ちらほら空席が出ているようです。本日の天候はちょっと悪くて、これから向かう西の方から雨が降り出しているみたいです。すでに東京も雲に覆われていて、離陸後すぐに飛行機は雲の中へ入る感じでした。飛行中の揺れは少なかったので、通常通り飲み物サービスは行われておりました。 ANA の機内紙翼の王国をご存知ですか？今ではデジタル端末で見られる方が多いですが、このように紙媒体でも飛行機に積まれております。コーヒーとともに伊丹空港まで優雅な時間を過ごしましょうかね。伊丹空港に到着しました。外は雨は降っていないようですね。このまま天気が持ちこたえてくれることを祈るばかりです。今回のスーツケースは機内持ち込み可能サイズですが、預けておりました。似たようなデザインのバッグもありますので、ちゃんと番号を確認しましょう。伊丹空港の到着口を出るとすぐ目にする551蓬莱、魅力的なんですが、実は一度も買ったことがないんです。さて、京都へ向かうことにしましょうか。伊丹空港から京都へ向かうにはリムジンバスを利用するのが一般的です。ただ1340円と割高なので、今回は大阪モノレールと阪急京都線を使って京都へ行ってみたいと思います。京都へは小樽ヶ池で阪急に乗り換え、十三経由で京都に行くのが一番安いのですが、モノレールで南茨城まで行って乗り換えるルートにしました。でも阪急の南茨城駅って特急が止まらないんですよね。乗り換え駅だから止まると思ってましたよ。次に来たのが普通電車。とりあえず進む気持ちで乗ったら、次の茨城市駅で後続の準急と待ち合わせをするようです。茨城市駅で準急に乗り換えます。このまま準急に乗っていってもいいのかなって思ったんですが、準急はこの先の高槻市駅から各駅に止まるとのことなので、高槻市駅で後続の特急に乗り換えることにしました。高槻市駅で特急に乗り換え、車内で路線図を見ていると、降りようと思った駅に特急が止まらないことに気づきました。なので桂駅で準急に乗り換えるという、なんとも乗り換えだらけの道中になりましたね。当初はこの大宮駅から徒歩で宿泊ホテルに向かうつもりでしたが、外に出てみたら雨が降っていて、スーツケースを持ちながらではちょっと不便ですよね。タクシー乗り場も近くにあるし、今回はタクシーでホテルへ行くことにします。
ホテルに荷物を預けたのでお出かけしましょうかね。まずは二条駅前バス停まで歩いていきます。ちなみにホテルの近くにあるのは二条城前バス停。二条駅前と二条城前とややこしいですが、行きたいところに行くバス路線は二条駅前から出ます。到着したのは今宮神社。今宮神社は平安遷都以前から疫病鎮めのための疫神としてスサノオノミコトを祀っていた神社です。今宮神社は別名玉の輿神社とも呼ばれています。玉の輿お守りも人気で、結婚運や金運を高めるとされています。ただ正直に言えば、今宮神社に行きたかったわけではないんですよね。長年行ってみたいっていうよりは食べてみたいって思っていた場所なんです。今宮神社の参道にある2軒の茶屋。ここの名物は炙り餅です。炙り餅はきな粉をまぶした親指程度の餅を竹串に刺して炭火で炙った後に白味噌のタレを塗ったお餅です。今回は飾り屋さんに寄ってみます。今宮神社バス停から四条烏丸に向かいます。バスは1時間に4本から5本と結構頻繁に走っていますよ。京都っておしゃれなカフェが多い街ですよね。ただカフェに関して知識はさっぱりなので、ブルーボトルコーヒーへ寄ることにしました。京都市内にはブルーボトルカフェが3店舗あるようですね。ブルーボトルカフェからホテルザ三井京都への通り道に三金神社があります。小さいですが
金属の神様です。金色の鳥居を見るだけでも印象に残りますよ。すごいスッと溶けて美味しいね。さて、夕食をいただきにホテルを出発しましょう。雨が降り出していたので、ホテルで傘を借りて徒歩で向かいます。ホテルのすぐそばに押小路通りがあり、この通りをまっすぐ進めば10分かからない程度で予約している室町ゆいに到着します。2日目、それでは行ってみましょう。と言っても、時間はすでに13時を過ぎております。ホテルはギリギリチェックアウト派でして、ホテルザ三井京都は通常12時アウトですが、1時間のレイトアウトができちゃったんですよね。まずは地下鉄烏丸線の烏丸御池駅まで歩いて向かいます。歩いたら10分くらいの距離でしょうか。ホテルザ三井京都の最寄り駅は二条城前駅なんですけど、これって地下鉄東西線の駅なんですよね。
京都駅方面に向かいたい場合は烏丸御池駅で烏丸線に乗り換える必要があります。なぜ京都駅に来たのか。まあ簡単に言えば次のホテルへの時間つぶしですね。観光に出かけるほどの時間がないです。次のホテルのチェックイン後は客室の動画を撮る仕事があります。仕事というかお遊びなんですけどね。次のホテルは JR 京都駅から徒歩で15分ほどの距離にあるデュシタニ京都です。前回の宿泊から4ヶ月ほどしか経っていませんが、また泊まってみることにしました。失礼いたしました。申し訳ございません。申し訳ございません。私の目の問題でございます。さて、夕食をいただきにホテルを出発しましょう。予約した料理店の最寄り駅は地下鉄東西線の京都市役所前駅なので、これから地下鉄烏丸線の五条駅に向かいます。肌感覚ではありますが、京都駅より五条駅の方がデュシタニ京都から近い感じがしますね。フレンチ70円ございます。はい、もちろんです。はい。
We look forward to serving you again.まもなく終点東京です。中央線、山手線、京浜東北線、東北高崎常磐線、総武線、京葉線、東北上越北陸新幹線と地下鉄線はお乗り換えです。お降りの時は足元にご注意ください。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。線ご利用いただきましてありがとうございました。終点の東京です。今回の京都旅はいかがでしたでしょうか。観光がほとんどないことに関してはいつものことではありますが、食を中心にした旅をしたいって思っております。これからもこんな旅を動画にしていきたいと思っておりますので、付き合っていただければ幸いでございます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。うん